レンガが温まって、その途中で料理もできますし、無駄なく部屋の中がぽっと暖かくなります。で、日本に帰ったらこういうペーチカがあったらいいなと思ったんですけれども、まあ、東京あたりですと、そんなペーチカの必要なんかなくて、そんなものをしてどうすんのよ、暑くてしょうがないじゃないかとこう言われましてね、なるほど、そうだなとこう思ったんですけれども、向こうではどこの家でもペーチカがもちろんありまして、そして煙突がこのレンガ積みの煙突がよく屋根の上に四角に出てる、そんな風景が民間の家では見られました。もっともペーチカと家の構造とちょうどうまく合理的にできてるんだろうと思います。我々がおりました一番初めの収容所は、それがひどいボロの収容所だもんですから、ベッドが上下2段になってるんですけども、下の連中は寒い寒いってこう言うんですね。もっと不審判薪を炊けっていうわけです。ところが上段にいる兵隊は、暑くて暑くてしょうがない、もう汗が出るってこう言うんですよ。だから、家の構造によるんだろうと思いますが、満州で私が兵隊の時、昆春というところにおりましたんですけども、ここは別に上下でそれほど区別はありませんでした。暑さ寒さには。ただ、農金コンスって言って5月5日に雪が降りましたけれども、そういうところにおりますと、バラック建ての、一個連隊だったんですから、弊社では、冬は越せないっていう風な話でした。それで、6月には、沖縄の方へ、我々は、出かけていくことになったんですけれども、ペーチカというのも、随分考えてみると、お世話になったんです。ベッドの話が時々出ますけれども、2段になっていることは前に申し上げましたが、日本の軍隊のベッドは真ん中とか間にはしごがこうなんて言いますか、縦に直角についておりまして、上がるのは骨折れますけども、上段に休むことができます。割と上がりやすいんですけれども、シベリアのベッドは2段になっておりますが、ちょっと低くて、それでもはしご段がないんです。はしごがありませんので、作業から疲れて帰ってきて登ろうと思いますときには、やっぱりやっとこさとこの鉄棒よろしく捕まりまして、足を上げて、ようやっと上へ登ってやれやれとなるわけです。それからちょうどあまり長いと落ちてしまいますね。ところどころに木があるわけですが、その木からよじ登って、上へ這い上がるわけです。だから、下に寝る方が、楽なんですけれども、寒さがやっぱり上の方がいいというので、それから下に降りますと、上から降りてくるとき足が何気なく降りてくるわけですね。上の仲間の人の足が。それで邪魔になりましてね、やっぱり上がいいか下がいいか、それはもうその時の状況で、仲のいい友達が隣にいたり下にいるっていうのが一番、良かったように思います。それから洗濯についてお話してみますと、
炊事場などとか、そういうふうなところの家の中に井戸がありますと、冬は凍りませんので、そこにいる人たちは、衣服ばかりで食物の、器物も洗いますけれども、衣服なんかも洗いやすいわけです。それで、屋外にあります井戸は、みんなが使いますので、外の雪に当たるところよりは、もちろん水がありましていいんですけども、すぐなくなってしまって、これも不便で、外の井戸へ、水を汲みに行くわけです。そうしますと、井戸がありまして、中の方へこう覗いてみますと、いくらかこの水がブルに残ってるわけです。それで、カンカとか飯盒を入れまして、ずっと汲み上げて、そしてそれの水で洗濯するわけなんですけれども、その井戸は、カンカンがこう当たったりしますと水が少しこぼれますね。そのこぼれたものが、井戸の周りにつきまして、そしてブルーアイになりまして、なるのは綺麗に見えますけれども、水が汲めなくなっちゃうわけです。それで、包材の片鎌槍みたいな、ああいう先が尖ってて、また鎌みたいに、横丁に鎌みたいなのがある。それでつついて、そしてその氷を割って水を汲み上げるわけです。それはもう、大変な作業です。それで、ようやっと洗濯するんですけども、一つには白身などがたかりますんで、これは何とかして退治ようと思って洗濯して、その乾かないうちにそのまま凍らしてしまえばいいんだろうと思いまして、みんな試してみたんですけども、外へそのままで吊っておいたわけです。少しはですね、蒸気が出まして乾くんですけども、それでも一晩中置いといて、外から取ってみますと、コチコチになってますんで、いやーもうこれですっかり、白身ともお別れだなと、こう思ったんですけども、それがなんと着てみますと、まだチクチクします。それは、やはり卵が死なないからです。それで、外へ干してもダメだということになりましたが、白身なんかを殺すのには、前にもお話しましたが、寒熱滅菌が一番良かったようです。それから、夏になりますと、カッコウが鳴いたことがあります。カッコと朝鳴くんですけれども、昔、富士の裾野の滝合宿舎なんかで、カッコが鳴き、そのカッコの後を慕って、散歩して歩ったことを思い出しまして、これは、なかなか、カッコっていうのはいいもんだなと、こういうふうに思ったんですけれども。いやー、久しぶりで、この、ほのぼのとなったような気がしました。で、それが2日続いたもんですから、2日続いてからもうパタリ止んでしまいました。それで、どうなっちゃったんだろうと思って気になっておったんですけれども、収容所の前に鳥が死んでるということを教えてくれた仲間の人がいました。それで、そうかって言って私が行ってみましたところが、くちばしが太くて長くて、そして、口の中が赤褐色になってました。だから気味が悪くて、で、羽の色が黒褐色で、ちょっと腹の方が特徴があって、こう筋なんかが
横筋がありましたんですけども、これなんだろうって言って、その友達に聞いてみましたら、これがカッコだとこう言うんですね。で、まあ、なんていうのさ、口の中が赤褐色でしょ。で、気持ちが悪い怪鳥でしたね。ちょうど大きさが山鳩くらいじゃなかったでしょうかね。で、まあ友達がこれはカッコだというので、どこの出身の人か知りませんけども、僕もうちょっとこの、鳥のことも勉強しとけばよかったなと思ったんですけれども、その思ったより気持ちが悪くなってきました。そしてまあ、日本へ帰ってきて、そしてやはり、この本を一度読んでみたんです。そのシベリアに関して。そうしましたら、相田茂雄という方のシベリアの流刑史というのがございまして、こういう流刑された人たちが僕らのいた収容所にいたんじゃないかと、こういうふうに思いました。それはですね、今その文章を紹介してみますと、格好踊りの鳴く頃と、こういうふうにありまして、夏になってシベリアの渓谷にも格好踊りの声が響き渡るようになると、シベリア街道を逆に西へと逃亡者の群れが流れ出す。その数はシベリア全体で年々3万にも達した。まさに逃亡のシーズンが始まるのである。囚人たちはこれを格好踊り将軍のお召しと呼んでいる。逃亡した囚人は放浪者の群れに入り、昼は密林に隠れて野宿し、夜になると歩き出す。時にひもじい思いもするが、夏中は密林中の木の実などで飢えをしのぐか、場合によってはかっぱらい、強盗、たまには人殺しもやるのである。それでも密林中の放浪生活は彼らの監獄生活に比べたら天国であると、こういうふうに書いてありますが、我々のラゲンでも逃亡した人は2、3人おります。すぐ、言葉はわかんないですからすぐ捕まってしまうのは当たり前ですけれども、ある兵隊は魚を釣ってるところを見つかって捕まえられたそうです。で、ひどく殴られて、顔が変形したというようなことをお話ししましたが、この兵隊もたちまちのうちにどこかへ行ってしまいました。どこかもっと、兵器の長い牢屋へ入れられたんだっていうような、こんな風な話でしたが、我々が格好の声を聞いて、日本への死亡を高めるので、格好なんかはと思って撃ち殺したんじゃないかと、こんな風に、邪推かもしれませんけれども、今になってはそんな風に思います。格好の声は1979年9月6日は記念すべき日になりました。と言いますのは、電話がかかってきて、石川というものだかという、高岡さんですかというお話でした。で、何でしょうかと思って、どなたでしょうかと聞いてみましたら、軍隊の時の石川だというのです。で、一瞬、石川さんって誰だかなと思ったんですけども、軍隊時代には石川さんというのは2人おりまして、おったわけです。それで、どの石川さんだかわからないので、
ちょっと耳を澄まして電話の声を聞きましたら、少し元隊長の石川さんの、声の訛りがあるのに気がつきまして、隊長さんですかと、思わず言って、しまったんですけれども、そうですとは言いましたけれども、隊長ということをちょっと言いにくかったような、そんな風な印象を受けました。そして、それから、懐かしいですね、ということで、懐かしいということで、ひどく感動してしまったんですけれども、石川さんは一時何かお話ししているうちに、ちょっと記憶がなくなってしまったというふうな、そんなふうなお話ししておりました。それで、ですけれども、私は今、シベリアでのことを、ちょうど、レコーダーに撮ってるんだというふうな話しました。そして、そのうちに、高橋少尉ということを言いましたら、それは岩下さんでしょうと言うんです。確かに岩下さんでした。それで、岩下さんは前にもちょっとお話ししましたけれども、鹿児島の琴のりを卒業して、来られまして、営林署におられたんですけれども、我々の隊へ来まして、そして隊長の補佐をしていた人です。で、そんな風に記憶がありますんですよね。だから、どうされたのかなと思ったんですけども、なんか、前に人事をやっておりました山浦淳尉という人がおりまして、その人は田舎におられるそうですけども、その人のと連絡がついておるようで、そんな風なことを覚えておられたんだと思います。あと、派仏兵長だとか、田代上等兵だとか、兵長ですか。そんな風なことをいろいろ思い浮かべましてね。そして、あの人たちはどうなってるんかななんて言って、そんな風に、言われましたが、その時私も派仏兵長は、僕らの目の前で駆け足して逃げていってしまった話、それから桐生高校を桐生高等工業を卒業した人だっていうことを僕は覚えてましたので、その話をしたり、田代さんは確か明治のところにほくろがあって、顔色はあまりいい、人じゃなかったけれども、なかなか字が甘くて、僕はもうだいぶその石川さんに殴られたような話をしましたよ。そういう人きっと良くなったんだろうなと石川さんは言ってましたけれども、それで、山浦さんは、私の勤めておりました会社へ、帰ってこられてからでしょう。ですね。訪ねて来られたそうですが、私はその時はもう平塚工場へ転勤になったか、さもなかったらば、インド工場へ確か行っておりましたんで、お会いすることができませんでした。そういう方と連絡を取られたようなことでございます。それから、まだ山浦淳尉の話が出ましたんで、私は長野軍曹だとか、そんな風な、あの人は千葉県の人だったなんていう風なことも、話しまして、次から次へと人の名前が出て、随分おしゃべりしてしまいました。それで、いつ、来てくださいということを僕はお話ししたんですけれども、いつ来られますか？すぐ明日でも結構ですよとこういうふうに言いましたら、明日は選挙だからそれはちょっといけないけれども、15日から21日までの間には必ずそちらへ訪問するというふうなことでしたので、
どうぞいらっしゃってくださいと、こういうふうにお話しいたしましたが、30数年前のことですので、どんなふうに集まりますか。石川さんは、我々は今まではちょっとやらなかったけれども、これからは年賀の1本ぐらいは出して、そしてお付き合いしたいんだって、そんなふうなことでした。私も大賛成でございます。それで、いろいろそれからのことをこんなふうに電話があったということをすぐ家内にも知らせました。はい。それで、桜井正蔵上と兵長になりましたかね。それから矢野、この人は高知の中学の相撲の選手をしていることがあるというとても体格のいい人。それから安田とかいろいろな名前をこう思い浮かべましてね、そんなふうなことも来られましたら、お話ししてみたいと思います。なんとも、懐かしい、昔のことなんかは、本当に、楽しいことばっかりになるんじゃないかと、こんなふうに、思ったのであります。桜井正蔵さんの話が出ましたけども、この人は、衛生試験所、工業試験所に勤めておりましてね、もう帰りましてから間もなくお互いに同じぐらいの時期に帰ったらしくて、時々工業試験所へ来られたり、私が行ったりして、お会いしたことがあります。そして体調のことをたびたび思い出しましてね、いやーすごい体調だって、なんていうようなことをお話して、いつかどうしたかな、会いたいもんだね、なんて言って、お話ししたことがあったんですけれども、もう会社辞めましたから、私は、桜井さんとも接触することがなくなりまして、しばらくご無沙汰しております。それから、安田なんていうのは確かやっぱり高知の人でよくよさこい節ですか、それを歌ったので、私も今時にはお酒でも飲みますと、その安田君のことを考えながらよさこい節なんかを時には歌っております。桜井さんとは、満州で一度通信隊の宿舎に移って、そしてソ連の管轄下に我々は入ったんですけども、出発するときに、これはもう別れになってしまいまして、話に聞きますと、我々よりはちょっと奥地の方へ行ったらしかったんですね。それから我々は隊長と一緒に石原軍曹、それから長野軍曹、それから私と、あと2、3人いましたでしょうか。どうも、現隊の元の独立勤務中隊の人たちのことを今では思い浮かべられません。向こうでどうも、一緒にいたのは、そう大人数じゃないように思っております。
それからしばらくいて、私が大収容所の方へ、もう何回もお話ししましたけど、大収容所の、裏の殿の収容所に行きました。それでもう、長い期間ではありませんで、日本へ帰ってきましたから、あとは一切、実は分かんなくなってしまったわけです。会いましたら、シベリアのこと、それから満州でのこと、いろいろ話して、夜を明かしたいと、こんな風に今はそんな風に思っております。石油のかかった食べ物はとっても捕虜といえども食べられないと、こういうふうにお話ししましたけども、それでも何とかして食べようと思いまして、その石油のことを思い出したわけです。そして無理に食べようとしたんですが、それは、私がまだ学校におりました時に東京の衛生試験所へ、見学に行きまして、そしてそこの技師さんがスピロヘーターを見せてくれたんです。暗視や装置で。で、うわすごいな、このスピロヘーターってのはギラギラこう動いてて恐ろしいな、こんなのが血液に入ったらたまらないなと思ったんですけども、その人のお話で、石油を飲むと結核が治ると、こういうふうな話が街に流されて、そんなはずはないんだけれども、確かに効くかどうか、いくらかでも効くんかどうか、それを今検査してるという、そういうふうな話がありまして、後になりましたらそんな効くはずがないってことが分かったんでしょうけれども、そのことを思い出しまして、この石油の匂いのする食料を食ったらば結核が治るかもしれないよなんて言って、こんなに冗談を僕は言いまして、そしてその東京試験場であった話をしました。じゃあっていうんで、みんなも懸命に食べてみたんですけども、ほとんどの人が血布が出てとっても食えるもんじゃないと、こんな風に言われましてね、今それを思い出したんですけれども、食べるものについてはその他に、そうですね、牛乳がありましたね。食べるって飲む、料理に使うんでしょうけれども、なんかこの扁平な乳白色したガラスみたいなものをこう担いでくる人がいるんです。それでなんだろうなと思って、なんだろうねこれはって言って聞いてみたら、これがそのミルクだって言うんですね。牛乳だって言うんです。随分寒いんだなと思ったけど、どんな風にして料理するんかと思いましたら、それをとにかく溶かさなきゃしょうがないと言うんですね。それで大きな鍋に入れまして溶かしました。なるほど、乳濁色のミルクが出来上がりましたけれども、保存にはいいねってこんな風に話し合ったことを覚えております。ある時少年が鉄砲を担いで、そして手には魚を、相当大きな魚ですが持ってきて買わないかということがありました。でこれどうしたんだったら、この鉄砲で撃ったんだとこう言うんですね。マスのような魚でしたが、やっぱりこの人口が少ないからですね、その川や沼には
至るところにこの魚がいるんじゃないかと、こんな風に思ったことがあります。それから、卵が、買わないかと言われたことがあります。これは、まあ日本で言えば、その頃の2、3円だと思いましたけども、ですから、10カペイクかな、20ぐらいかな、なんかそんな風な値段でした。ヤイツォっていうのかな、ヤイツォニッツァっていうのかな、そんな風に、それで一つ、覚えました。名前をね。